はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月3日に日食があるんですけれども、その日食に向かって私たちに今何が起きているのか、どんな学びの渦中にいるのかというような大まかな流れを見ていきたいと思います。星の解説とタロットをさせていただきます。お願いします。またね、いつもやっている前半後半の動画も別にありますので、そちらもよかったら参考にしてください。大きな流れを理解した上で、今ここなんだなっていうふうに分かると、より一層毎日を過ごしやすくなりますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、今回説明したいのがこの10月3日の天秤座で起こる金環日食なんですけれども、日食っていうのは年に2回ぐらい起こるんですね。で、そんなに気にならない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、無意識に私たちっていうのはそういった宇宙のエネルギーをすごく感じていて、なんとなくだるいなとか眠いなとか調子が出ないなってなったりするんですが、それだけ外側の世界ではなく、内側でどんな気づきがあるかっていうような魂の成長っていうのかな、精神的な成長を促されている時と思うんですね。それが今ちょうど10月に向かってどういう感じかなっていうのを見たいと思ったんです。で、その説明の前にちょっと皆さんにね、考えていただきたいというか振り返っていただきたいことがあるんですけども、皆さんよくね、未来に何があるってなると、それは何が起こるんだろうという現象だけをすごく追い求めますよね。どんないいことがあるんだろうとか、どんな怖いことがあるんだろうとか。だけれども運勢っていうのは、それぞれが今までどのように自分を捉えて、この運を捉えて生きてきたかっていう、その過去の現象に応じて未来の現象っていうのも変わってくる。自分が作り出す現実っていうのも変わってくるので、ちょっと振り返っていただきたいんですけど、例えば2023年の10月に去年の10月にも実は金環日食あったんですね。ここで初めて天秤座で起こる日食がありました。で、この時に皆さんは何を考えていたでしょうか。どんなことを願っていたでしょうか。多分ですけど、その時も私は日食ですよって一生懸命言っていたような気がするんですね。で、それぞれが願うことやテーマっていうのは違うと思うんですけども、その去年の10月に願ったことっていうものがどうなったかなっていうのが、また今年の4月の日食でも何か大きく進歩したんじゃないかなと思うんです。で、この日食から日食までの間っていうのはすごくいろんな気づきがあるんですね。表面的なことではないです。内側で。内側が変化すればするほど外側の世界というのは簡単に変わったりするので、そういう意味で今年の4月9日にも皆既日食がありました。これはお羊座で起こる皆既日食だったんですね。ですから中には去年の10月に願ったこと、意図したこと、頑張ろうと思ったことが今年の4月にきっかけがあったよとか、現実に起きましたよとか、もしくは4月に新しく始めますみたいな、とにかく新しく始めるっていうエネルギーがすごく強かったので、そこで何か行動を起こしたよっていう方は、この4月5月6月のこの流れのウェーブに乗っていろんなことを体験できたんじゃないかなと思うんですね。で、もし何にもなかったですっていう方も全然心配しないでいいんですよ。外側の世界何もなくても、内側で自分がどのようなことに気づいたかっていうのがとっても大事なので、例えばすごくいい映画を見てものすごい感化されましたみたいな、そういうのもすごく大きな気づきですし、たまたまその時出会ったその人の言葉に感銘を受けましたとか、はっと気がつきましたということもあったりするので、何かね、去年の10月そして今年の4月っていうものを踏まえた上で、じゃあ今年の10月は何だろうっていう、今ここですよね。そこをちょっとね見ていきたいと思います。で、先にちょっと共通のね星のお話をさせていただきたいんですけども、もう8月の中旬ですが、8月のテーマっていうのは自分の個性とかね、喜びをもう一度再確認しましょうねっていうことで、私って何だろうって、私が求めてるのは何だろうみたいに思う方も多いんじゃないかと思うんですね。そして9月に入るとちょっと星の動きがですね、天体が結構逆行する天体が多かったりとか、また9月18日には月食もありますので、結構9月からね風向き変わるなみたいな感じがあります。ですので、もし今何かもがいてるとか、頑張ってるのに進んでないっていう風に感じる方がいらっしゃったら、9月に入ったら風向き変わるので、急にふっと楽になったりとか、何かまた気づきがあったりっていうのが起こりやすいかなと思います。
ただ結構この今年の4月そして今年の10月にかけてのこの日食のテーマっていうのは結構ね人間関係に影響している人が多いだろうなっていうふうに思うので、人を通して私たちって気づきが多いのでね、そういう意味で関係性の流れが変わってくるっていうのもあるかもしれません。でその時に注意していただきたいのは、自分が役割を演じすぎないっていうことかなっていうふうに思います。何かこだわっているとかこれを続けなければいけないみたいな、そういったものがいいんだと思い込んで続けると、9月って風向きが変わるよっていう時なので、もっと自由な感覚でいる方が自然といい風に流れていくだろうなというふうに思います。でも基本的にはね、人間関係の温かさを感じたりとか、自分が人に対して感じていた恐怖っていうものが取り除かれていくっていうような流れだと思います。流れはねゆっくりかもしれないんですけれど、その分穏やかになるみたいな感じかもしれないですね。そしてその次10月っていうのが本来の形に修正されていくような、覚悟が関係性を修復していくっていうふうに私は書いたんですけれども、価値観とか関係性の見直しのチャンスっていうことで、それもね別にその目の前の今のこの関係性がっていうだけではなく、自分が物事に対してどのような視点を持っているかっていうことも含めです。それが去年の10月、そして今年の4月、そして今の現実があり、この現実1年やった現実を踏まえて10月っていうのはもう一回り大きくなるか、もっと自分にフィットした現実を作っていくっていう風になっていくか、それにはどんな関わりがあるのかっていう、すごくね個人的成長が促されています、10月ね。それを踏まえた上でカードを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではここから乙女座さんの10月までのチャレンジを見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。タワー、ワンド7、ペンタクルスのページですね。これはソード8、カップ3の逆、そして、ソードのプリンセス、でカップのプリンセス、プリンセス3枚も出てますね。気をつけることは対策がソードの3の逆とソードの7の逆、そしてオラクルはソードの5の逆です。このチャレンジっていうのは何が絶対こうなりますよとかいうものではなく、この10月までにどのような気づきを促されているかっていう視点で見ているので、基本的にはちょっと難しいことだったりするんですね。気づきを促されるっていうのはハッと気づくっていうことなので、その気づくためには何かしら衝撃というか何かがないと気づかないじゃないですか。なのでそれを見ているっていうことなので、いつものね流れとは少し違うことをご了承ください。そして8月23日以降ね、お誕生日迎える方も出てくると思いますけれども、この8月9月10月までの流れっていうのは乙女座の皆さんにとっては結構インパクトが強いなっていう感じがします。で一番言われているのは、自分のことを自分で査定しないでくださいっていうふうに言われてる気がしました。それがね、いい査定だったらまだいいんですけど、どちらかというと責められるんじゃないかとか批判されるんじゃないかというような意識で自分を見ているっていう、その思考をできる限りなくしましょうと。そのための学びレッスンが日々行われてるよねっていうのを言われています。っていうのはやはり10月どうですかね。去年の10月って一体何を感じていらっしゃいましたか。何を願っていましたか。魂の成長というか、この乙女座の皆さんにとってのこの10月の日食っていうのは、本当の自分の価値に気づいてよっていうのが大きなテーマなんですね。でその本当の価値に気づくためっていうのははーっと気づくような、私ったらみたいなね、そういうことがあったりするわけです。で今言われているのが、そういうね、何か大きな気づきがあるよっていうふうに言われてるんですね。中にはびっくりとか、そうなのっていうこともあれば、自分のその思い込んでいた思い込みに気づいてはーって思うっていうのもあります。まだ今はね、
絶対こうあらねばならないんだみたいな、そういった自分の思考で自分を縛っているところがまだあるっていうふうに出てるんですね。これはみんな多少大なり小なりはあると思うんですよ。私はもっとこういう人間でなければならないとかね、私だってこの YouTube 喋る時にもっとしっかり喋らなければならないと思い込んでいますが、できるだけもういい、ナチュラルでいいみたいに自分だけ自分を許すようにして撮ってるんですけど、今このカードで見てる限り乙女座の皆さんはやっぱそれもまだ強いのかなっていうふうに出ていて、もっと自分をこうあらねばならないという思考で自分を一生懸命制御しているみたいな。で、いい意味で制御ってなんかいい意味で使われますけれども、ダメなところを直そうとして制御しているところが自分のいいところまで縛ってしまってませんかっていうメッセージなんですね。だからなんかまるで全てを許すっていうのは難しいかもしれないんですけれども、自分の、よくありますよね。コミュニケーションでもやっぱり人と話す時になんかこんな話したら人に嫌われるかもしれないし変な人だと思われるから話さないでおこうって言って話をしないという行動が逆に誤解を与えるとかね。で、話すことによって変なこと言っちゃったと思うかもしれないけど、その人らしさが溢れていて人に理解してもらえるってこともあるかもしれないので、なんだかその自分をもっとこうあらねばならないっていうふうに思い込んでることによって自分の魅力を自分でかき消しているかもしれないっていうのがまず一つメッセージで、そんな自分像で他者を見た時に他者から批判されるんじゃないかっていうふうに思ってるその思考で、要は人の目をすごく気にしている、そして自分が傷つくこともすごく気にしているし、何よりも人を傷つけることをとても気にしているっていう感じがあるんですが、その今の求めさんから人を傷つけるなんて想像できないので、そんなにそこは心配しないでください。そしてプリンセスが3枚も出てるっていうのはそれだけやっぱりね、人と関わる機会が多いってことなんですね。もしくは直接的に誰かと関わらなくても人の言動を見て自分が学ぶことがたくさん多いってことです。この人はこういう考えで、こうなんだ、こんなとこもあるけどこんないいとこもあるなとか、そうかと思えばこの人はそうなんだ、へえみたいなのとか、いろんなタイプの人がちょっと出てきてるんですよね。で、いろんなそのタイプの人を見て、私は私でいいんだっていうところに落ち着いてほしいっていう感じがします。なのでおそらく8月から新しい流れが始まりつつあり、なおかつ仕事運とかね、社会運とかも開かれつつあるので、今乙女座の皆さんの学びとしては他者を恐れるっていう、他者とのどういう距離感でいるかとか、どんな風に他者と打ち解けるかっていう、その他者とどのような柔らかいエネルギーで共有するかっていうのが大きな学びなんですけれども、それに対してこの10月の日食っていうのはそこに対してちょっとした恐れのようなベールがありますが、その恐れのベールを外した時に自分はこうなんですっていう自分の価値っていうものを見つけて、それを恐れなく他者に出していくっていうことがすごく調和につながるんだなっていうふうに思いました。なのでとても人がそれもね、なんか上下関係が厳しい人じゃないんですよ。どっちかというと横のつながりっていう感じで、同僚だったり仲間だったり似たような立場の人とつながるっていう感じがあるので、ぜひつながってみてください。そしてそういった会があれば、集まる会とかがあればぜひ行ってみられるといいと思いますよ。そこでいや私なんかが行ってもとかなんか気使うとか思うかもしれないんですけれども、一番の目的は他者と関わることによって自分の本当の価値を見つけてねっていうことなんですね。何もなく他者との摩擦とか何もなく自分の価値を見つけられる人はいいかもしれないですけども、他者と関わる方が分かりやすいのでね、自分の価値を見つけるので。なので変に自分を殺して他者とうまくいくために友達作るために行くっていうのではなく、いろんな人を見て自分を知る。別にこの人はこの人であり私は私であるっていうことを知るためのものなので、それを一番言われています。なので何かを一緒に共同してやるとか受け入れられてもらうっていうとかそういうものではないんですね。自分を守ってねっていうのをすごく言われてます。自分を守る。おそらくここでも自分で縛ってるっていうのは、これ以上傷つかないようにっていうのもあるかもしれないけど、自分を守ってる力も強いんでしょうね、きっと。攻撃されないようにとか傷つかないようにっていうのはあるかもしれないんですけど、もっと逆に開き直ってしまうとか出してしまう、見せることによって攻撃されないみたいな感じもありますので、自分の本当の価値を見つけるためのレッスンがあるんだなっていうふうに思いました。はい、ちょっと補佐カード見てみようかな。
まずその自分の価値を自覚する一つの方法として言われているのが、私にもその価値があるっていうふうに思ってほしいんですね。誰かが何かを選びました、私はそれは手にできませんでしたってなったとしても、いや私にもそれを得る価値はあります、その権利がありますっていうふうにまず思ってくださいっていうふうに言われています。他者を優先しすぎないでね。本当に嫌だったらそれは言えると思うんですけど、これは我慢できるかな、これぐらいだったらまだ我慢できるかなっていうところで収めて、ことを荒立てないようにしているっていう感じがあるんですね。だけどそれはもしその方が心地よければそれで全然いいんですが、もしかしたらですけど、もっと出しちゃっても大丈夫かもしれないし、こうなったら嫌だなっていう心配から控えている行動っていうのも、そこあんまり気にしなくていいよって一番言われてるのは、とにかく他者とこの時は関わって自分の世界を満喫してねって、自分の世界を他者の、目を気にしすぎて自分を小さく収めるのではなく、自分の世界を満喫してねって、その中で、人を通して自分の本当の喜びとかありがたさ、自分に対してのありがたさとかいいとこをたくさん見つけてねっていうのが10月までのテーマなので、ぜひ頑張ってください。今なんか人間関係のことばっかり言いましたけど、これは仕事でもそうですよ。仕事を通してでもいろんな人と関わってくださいと。上下じゃなくどちらかというと横のつながり、それによって、いや私ってすごいじゃないみたいな、もしかしたら気づくかもしれないのでね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。またすぐに次のね2週間分の動画をアップしますので、そちらもよかったらご覧ください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。